はいどうも、ソックロクです。今日はですね、ワークプロさんから300W のランダムサンダーと 600W のジグソーですね、こちら2点提供していただきました。ワークプロさんありがとうございます。ワークプロさんは結構安くね、電動工具または普通の工具ですねを販売している会社なんですけれども、安い電動工具でも使えるのかっていうことで今回は検証していければなと思っております。まず最初にどっちにしようかな。ランダムサンダーにしましょうか。まず先にこちらの 300W のランダムサンダーの方から紹介していきたいと思います。では早速こちらのランダムサンダー開けていきたいと思います。よいしょよいしょ。はい、来ましたね。中身はこんな感じでございますと。まずじゃあ先に本体ですね、袋にかぶってますけど、はい、こちらが今回提供していただきましたワークプロさんの 300W のランダムサンダーになります。パッと見すごく良さそうですね。紙やすり、サンドペーパー、こちらも付属しております。20枚だったかな、最初からついてるっていうのはね、ありがたいですよね。それとこの箱なんだろう、集塵する部分ですね。これを本体につけるんですね。はい、これでいいんだと思いますと。それと説明書、はい、こんなのが入っておりましたよと。多分これ紹介でしょうね。小物の紹介とこういったねツールなんかもね、ワークプロさん100点セットみたいな感じで安く販売してますんで、結構ねコスパいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、今回ねこの入ってたツールとは別なんですけど、海さんっていう Amazon でのショップ名で、一応このワークプロさんのつながりでですね、同じ会社さんなんだと思いますけれども、ショップ名は違いますよと。 UMI 海という名前で販売してるみたいなんですけど、なんかそのショップを閉めちゃうみたいで、今閉店セールなんかも行ってます。すっごく安くねいろんなものを売ってましたんで、もう今売り切れちゃいましたけど、僕は実費でナイフを購入させていただきました。ありがとうございます。ということでこちら説明書になります。もちろんね日本語で記載されてますので、初めて使う方でもね、ランダムサンダーそんなに難しいもんじゃないんですけど、初めて使う人でも迷わずに使えるかなと思います。ということで、本体こちらになりますんで、早速ねこのペーパーつけてみましょうか。数えたところ20枚入ってるんで結構お得ですね。180が4枚、240も4枚、120も4枚、80が4枚、60も4枚、そんな感じの5種類ですね。5種類4枚ずつ入っているっていう感じになります。これはありがたい。いくらあっても困らないですからね。とりあえずどうしようかな。60とか使ってガンガン削ってみますか。あんまり60って僕使わないんで、なんだろう、木についてるスタンプが消せない時とかかな。すごいささくれがあるとかね、そんな時に使うかなと思います。はい、使い方は簡単。これマジックテープになってますんで、ここに貼り付けますと。でこのサンドペーパーのサイズなんですけど 125mm っていう本当に一般的などこにでも売ってるサイズになりますんで、これもし20枚使い切っちゃっても、追加購入はもちろん可能です。他のメーカーのものももちろん付けられますんで、マジックテープになっているこういう丸いのを選んでいただければ大体合うんじゃないかなと思います。はい、次はね本体詳しく見ていきたいと思います。本体は見ての通り、黒とグレーと黄緑が入っているって感じの見た目になっております。で電源のところに何て言うんだろう、これスイッチ直接押してるわけじゃないんですよね。なんか透明の膜みたいのがあって、その上から中のスイッチをグッとなんか操作しているって感じなんです。わかるかな。はい、こんな感じですね。中に粉塵が入らないようにしてんのかな。きっとそんな心遣いなんでしょうね。あとこちらですね、速度調整で、これね無段階でね調節できるみたいです。カチッカチッっていう境目がないんですよね。これずっとスルスル動く感じです。でスルスルといっても結構硬めなんで、最後の6のとこだけカチッって言いますね。終わりの部分だけ。あとはもう無段階で動くって感じになります。でじゃあ無段階で、どれぐらいの回転数が出るのかっていうと、7000から13000rpm だそうです。で 100V で使えて 300W だよと。で 125mm のサンドペーパーが付けられるよと。で今回はねもちろんランダムサンダーなんで、アクションの部分はランダムというふうに書いてます。でランダムサンダーって何なのかっていうと、ダブルアクションとも呼ばれてまして、要するにここが回転するんですよね。くる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 っと。自分はいつもねこのボッシュのオービタルサンダーと呼ばれているもの、こちらですね、こちらを愛用しておりますと。でオービタルサンダーとランダムサンダーの違いって何だろうっていうと、一言で言うと、こっちの方がねダブルアクションっていうぐらいなんで、2種類の動きを勝手にしてくれるサンダーになります。
でオービタルサンダーっていうのは、こんな四角い黒板消しみたいな形してるんですけど、実はねこういう丸を描くような振動を加えてくれるサンダーですね。で、自分で動かすよっていう感じなんですけど、こっちのダブルアクションはですね、もちろん振動自体は丸を描いてくれるんですけど、プラス、本体のここが回転してくれることによって、アクションがダブルになるわけですね。そもそもの振動が丸い振動加わってるプラスこの本体も回るよと。なのでオービタルでは自分でやらなきゃいけないこういう動かしてた作業をこいつは勝手にやってくれると。ちょっと違うかなこっちもね実際自分でこう動かさなきゃいけないんだけど、こう自分で動かすことによって要はトリプルアクションになるみたいな感じですね、感覚的には。オービタルの方は自分で動かすことによってダブルアクションになるみたいな、そんなイメージでございます。なのでどっちかというと機種的にはこのランダムサンダーの方が高級品というか、性能的には上なんですよね。じゃあオービタルって活躍する場所ってないの？絶対ランダムの方がいいんじゃないのって思うかもしれないですけど、オービタルの方はオービタルの方で仕上げサンダーなんて言われてまして、こっちはこっちのね特性を生かしたいい部分がいっぱいございます。今回はそれを割愛しますけれども、長所になるか短所になるかは分かんないですけど、オービタルの方はこのウレタンのパッドがついてます。でこちら別売りで一応交換できるんですけど、僕みたいにちょっと荒い使い方ですね、角だけをね面取りで使うとか実はあまり良くないんですよ。僕はやっちゃってますけど全然。なのでそういうことをやっちゃうとこのウレタンがねやっぱりね削れてきちゃうわけですね。一箇所にこう力が加わって、ウレタンが削れて、形が変わってしまうと、そんなことがあるんですけど、こっちのねランダムサンダーの方は結構このパッドは硬くなってますんで、そういったことはあんまりないです。なのであんまり交換する機会はそんなにないんじゃないかなとは思います。でもこっち結構クッション素材にはなってるね一応ね。でもマジックテープあるからそんな削れないんじゃないかな。そんな気がします。どうしましょう、試しにじゃあ両方で、削ってみましょうか。こっちも60番手つけてみるか。60番あったかなということで、両方サンドペーパーの番手を合わせて使ってみたいと思います。このボッシュのオービタルとワークプロさんのランダムサンダーですね、どういった違いがあるのか、どっちが使いやすいのか、使い勝手はどうなのか。こんな5000円もしないんですよこいつ。4000いくらとか、約5000円ですね。5000円の機種でも使えるのか、そのあたりを見ていきたいと思います。はい、ということで、こちらのね3センチ厚ぐらいかなこれ、パイン集成材ですね。こちらの表面にこんな感じで鉛筆でぐしゃぐしゃぐしゃーとやりまして、これをね削っていきたいと思います。まずはじゃあいつも私が使ってるこのボッシュの、オービタルサンダーですね、こちらの方から削っていきたいと思います。こっち側やりましたね。はい、ちょっと取れてると思います。で普通ですね、いつも使ってるものなんで60番手なんでそんなツルツルにはなりません。でも鉛筆の線は結構消えてきたかなと思います。じゃあ次にダブルアクションですね、こちらでやってみましょう。で使い方なんですけど、この上を持っていただいて、あとはスイッチオンオフをすると。スピードコントローラーがどれぐらい反応してくれるのか、まずそれ見てみましょうか。まずじゃあスイッチオン、はい、でスピードを上げてみます。はい、こんな感じですね。なんかちゃんと無段階変速になってるねスイッチ。これすごくない？マジかよ。5000円しないんですよこいつ。使えんじゃねえかな。ちょっと3ぐらい、真ん中ぐらいでやってみましょうか。では削ってみますね。こっち側も削りました。綺麗になりましたね。使った感覚をお伝えするとね、ちょっとなんか残念なんですけど、ボッシュより軽いんで使いやすいです
特にね欠点は見当たらないですね。ちょっと次はもうちょっと鉛筆を濃くしてみて1箇所にお互い留めてみましょうか。はい、ということでさっきより濃くね鉛筆で斜線をバーっと引いてみました。でどういった風に、削れていくのか見てみたいと思います。左側で今やったこのワークプロさんのランダムサンダーですね、こちらで試してみます。なるべく1箇所に留めます。実際に使う時はダメですよ。動かしてくださいね。サンダーは動かして使うもんなんで1箇所に留めると結構ガタガタに平面性が失われちゃったりするんで必ず動かして使うものなんですけど、今回実験のために、この場でやってみます。では行ってみます。はい、こんな感じですね。ここでやりました。当然動いた円状になってるんですけど、よーく見るとねやっぱり丸を描くような傷がついてますね。傷までいかないですけど、じゃあこれをオービタルサンダーでやるとどうなるかというと、次じゃあこの隣でちょっとこれ大きいので横でやりますね。ではいきます。こっちが今オービタルサンダーをその場に留めてやった状態です。どうですか？どっちが研磨されてますかね？どう考えてもダブルアクションの方がなくなってると思いませんか？それもそのはずで、これがもうダブルアクションなんですよね。自分で動かしてるような効果を勝手に回って作ってくれているので、当然こっちの方が研磨されます。でこっちは今その場に留めたので振動の中で細かく円を描いているような、そんなに削れないんですよ。その場に留めておいても、その場に留めておくってこと自体があんまりないパターンなんですけど、それを補うのにオービタルは動かすわけですね。そしたらこっちと同じ状況になりますよと、厳密にはちょっと違うけどね、こんな違いがございます。じゃあなんでお前はオービタルだけ持ってんねんっていう話なんですけど、オービタルの方がねなんか僕は面が広くてしっくりくることが多かったんですよね。平面を出しやすいみたいな気がして、で今回改めて使ってみたんですけど、ダブルアクションいいなとは思います。そして何がいいって、こいつ今削った感じ粉塵がねあんまり出なかったんです。でボッシュも鼻からね粉塵を吸ってくれるような機構になってて、ここに溜まるんですけど、こいつもね、ちょっと見た目はチープですけどここに溜まるんですよね。であんまり粉塵が出なかったってことはこいつしっかりちゃんと吸ってるんですよ。この値段でですよ、5000円もしないのにちゃんと粉塵も吸ってくれて、ちゃんとダブルアクションの仕事をしてくれるっていうことで、これはね破格だと思います。これ100点あげてもいいんじゃないかな。あと耐久性がわからないので、とりあえず、ファーストインプレッションとしては90点ぐらいにとどめておきますけど、これで耐久性もあるよってことになると100点あげてもいい機種だなって思います。ただ一つ強いて言うならば、ここのねスイッチですね、このビニールがかぶってるんでちょっとね押しづらいかなっていう感じはします。これはこれできっと粉塵から守ってくれるような役割になってるんでしょうけど、それがあるばっかりにちょっと押しづらいかなっていう気がします。でスピードコントロールの位置はねここにあるので誤爆がないですね。こう持った時にここにあるので軽くこれ動いてないんですよ。こんな軽く動くものではないので、誤爆はしないかなっていうふうに思います。これが例えば親指の位置にあると、コントロールはしやすいんだけど場合によっては誤爆しちゃうみたいなね、そんなことにもなりかねないんで、位置的にもいいんじゃないかなっていう気がしますね。もう一回削ってみますね。このせっかく縫ったので。よいしょ。ということで綺麗にしました。全然鉛筆の跡がないような状態になったかなと思います。でここまで使ってみて思ったんですけど、めっちゃいいねめちゃくちゃいいわ。それで使っててね何の違和感もないし、何て言うんですかね、不満がないんですよ。当然こういうサンダーって囚人が全部できるわけじゃないんで、こういったね取りこぼしっていうのは絶対ね発生するんですよ。周りも、ちょこっとねこの辺とかほらちょっとね、今テーブルに落ちてますけど、でも落ちてるって言っても全然今そんなに汚れてないでしょ周り。ボッシュを使ってる時とこの取りこぼしの量がね変わらないんですよ。ってことは囚人性能はきっとそんな変わらなくて、ただ囚人されているここの部分に、フィルターも搭載してるんですけどね、こっちはきっとフィルターは搭載してないでしょう。ちょっとついてるわ先っぽに、ここにね。
ちっちゃいのついてますわ。フィルターもついてんだ。へえ。なんだ、もうさらに優位点がなくなってしまいましたね。特にね、欠点らしい欠点はないです。ただ1点、気になるというか、自分は全く気にならないんですけど、このコードですね。はい、バッテリータイプではないんで、本体はその分軽いんですけど、やっぱりね、取り回しですね。取り回しがやっぱりバッテリー式とこういう電源コード式と全然違いますんで、自分の場合はね、この小屋でしかほとんど使わないんで、電源コード式を好んで買うんですけど、外で使うよっていう人にとってはバッテリータイプの方がいいかもしれません。で、このモデルにバッテリータイプはないので、そういった場合はね、この機種はちょっと除外されてしまうんですけど、電源コードでも全然 OK だよってことであれば、本当におすすめできるいい機種でした。ワークプロさんのなんか2023新製品みたいなこと書いてましたね。なんか新しいランダムサンダーみたいです。これは本当にね、おすすめできる太鼓判を押します。いい商品です。耐久性だけは今回加味してませんので、どれだけ持つか分かんないからね、まだね。使った感じは特にあらもなく、本当にいい商品でした。ありがとうございますって感じですね。最後にね、このゴミなんですけど、引っ張れば抜けますんで、ここぐらいかなって実は僕思ってます。これ引っ張る時にほら、ちょっとガバって出ちゃうんじゃないかなって思ったんですよ。今ちょっと出ましたね。これどうしても差し込み口がガバッとこう刺すタイプなので、一生懸命引っ張るわけなんですけど、グッて引っ張った時にね、ボコって出るんじゃないかなと思いましたけど、やっぱり出ましたね。なのでゴミ箱の上とかでガバって開けてもらえば問題はないんじゃないかなっていうふうには思います。いやでもね、これで5000円か、安い時4000円ぐらいなんだよね。これはやってるわ。これでいいもん。これからダブルアクション買う人ね、電源コード付きでいいよってことであればこれ買ってください。マジでおすすめします。ではね、次ジグソーの方に移りたいと思います。はい、続きましてこちらのワークプロさんの 600W ジグソーですね。こちら開封していきます。いやー、さっきのランダムサンダーがめちゃくちゃ良くて、かなり期待しちゃいますよね。これももしかして安くて使えるいい製品なんじゃないかなと。よいしょ、一気に出します。はい、ということで内容物はこんな感じになります。まず本体ですね。おお、マジアルミベースじゃね。これアルミベースっぽいですね。本体のカラーリングは、先ほどのランダムサンダーと一緒ですね。グレーと黒と黄緑っていうこの3色を使った感じになるんですけど、なんとベースがアルミじゃねえかなっていう。この価格でアルミベースなのマジ？ちょっと一回磁石くっつけてみますか。これくっつかないんじゃない？やっぱりこれスチールじゃないですね。くっつかないです。多分上の部分はこれスチールなんで、こっちはくっつきますね。この上の部分ですね。でもこのベース自体はきっとアルミ合金でできてるっぽいんでくっつかないですね。で底面はプラスチックのベースがこのアルミベースの中に入ってるって感じです。ちょっと出っ張ってるけどね。あと若干ね、このベースがね、今パッと見ですよ、ちょっと湾曲してるかな。わかりますかね。ちょっと湾曲してますよね。これがね、どういう影響を及ぼすかっていうところなんですけど、平面に対して置くと、この両サイドが乗っかるって真ん中が浮くって感じにはなっちゃいますね、これだとね。ということで、平面はねしっかり出てるのかというと出てませんでしたね。あとこれは集塵かな。集塵はここですね、差し込む感じで、ここに集塵ホースをつけると、プラスガイドですね。貧弱かというとそうでもないですね。割とそんなふにゃふにゃじゃないです。結構こういう安物についてるのってふにゃふにゃが多いんですけど、グワングワンしてる感じではないです。曲げようと思えば曲げれますけど、こんなに貧弱ではないって感じかな。ただここのレバーですね、六角ボルトで締めるような感じになってますんで、ここレバータイプのものに交換してもいいかもしれないですね。そこまでお金をかけるかと言われると疑問ですけど、あとは刃もついてんだね、この値段ですごいね。しかもなんかいっぱいついてんな。ジグソーブレードが7本ついてます。ウッドが6本、メタルが1本って感じですね。あと説明書、こっちもね当然日本語で書いてるでしょう。やっぱり日本語で書いてます。はい、ということで、こんな感じになります。で使い方なんですけど、ジグソーなんで、ここ握ったら動きますよと。であとこれロックがかけれるのかな。握りっぱなしの状態にできるボタンがついてます。こうですね。で解除。でこれ左右についてますんで、どっちでも使えます。なので左利きの人でも大丈夫。あと速度調整が上にあります。これ無段階かな。これも無段階っぽいな。6段階、6までありますけど、こっちもきっと無段階で変速できるダイヤルがついております。こちらにブロワーのオンオフのスイッチと、あとこちらオービタル機構ですね。はい、オービタルもできますよと。なので基本的なことは全部揃ってるかなっていう感じになりますね。あとここに、カバーもついてて、これなんだこのボッコ。このボッコ何？これが真ん中だよっていうラインかな。ここになんか1本ボッコ出てんですよね。
目印かもしれないね。このもちろんね下のベースにも目印彫られてるんですけど、これとこの金属のボッコ、これを目印にしてまっすぐっていうのを見るのかな。なんかちょっとよくわかんないな、このボッコは何のためにあんだろう。誰か教えてくれ。ということで、とりあえず刃をつけてみましょうか。レバータイプだ。ここは優しいですね。刃はレバーを持ってきた状態で差し込みます。で自動的にロックがかかってパチンと止まるっていう機構ですね。これはすごくいいね。ベーシックウッドって書いてるこちらのブレードですね。こちらを取り付けて切断してみたいと思います。もう完璧ですね。こんな感じでワンタッチで装着完了しますと。でプラスこれ角度調整もできるんですけど、角度調整どこでやるんだろうね。そっか、囚人を1回外さなきゃなんないんだ。でこの囚人接続アダプターなんですけど、先端がこういう風になってまして、外す時はここをねキュッと押してやるとスポンと引っこ抜けてきますんで。で後ろのここでございます。この2箇所ですね、黒い六角ですね。ここをひねって角度調整をすると。で90度を調整したり45度を調整したりすると、そんな感じになります。今どうなんだろうね。このベースがね湾曲してると、こうやって片側にだけこうやって当てて90度見ることができないんですよね。両方に当ててやんないと。大丈夫そうかな。狂ってたとしても大きく狂ってないんで、とりあえずこのデフォルト設定のまま使ってみたいと思います。これ調整するのに六角レンチ別に必要なのかな。ついてたわここについてんだね、六角レンチ。なのでこれを使って角度調整をしたりとか、あとこのガイドですね、これをつける時にこの六角レンチを使うって感じになりますと。じゃあブロワーオンにしてこれで使ってみたいと思います。でスピードなんですけど、今1です。これを今6まで回してみたいと思います。6めちゃくちゃ速い。これ使う機会あんのかな。6とんでもなく速いですね。6これ僕持ってるボッシュより速いですね。やばいぐらい速かったですね。今800から3000、これは速いのかな遅いのかな、ようわからんけど。で今お見せしたこのストロークの幅なんですけど 17.4 ミリになってました。で最大切断能力なんですけど、木材だと10センチ以内、スチールが1センチ以内、アルミが2センチ以内なので本当に十分なパワーを備えています。今の6番とかめちゃくちゃ速かったよね。ちょっとこれは俺はビビって6番は使わないわ、怖いとりあえず先ほどのパイン修正剤ですね、あちらの方を切ってみたいと思います。ではね、このパイン修正剤、まずちょっと端っこの方を、スピード1ですね、1の状態で切ってみたいと思います。普通。じゃあ次はね、今オービタルなしだったんですけど、オービタル入れてみましょうか。ちょっと硬えな。結構硬めですね。2にするのが難しい、硬くて。じゃあ2でいってみます。だいぶ速くなりましたね。速いですけどちょっと暴れますね。ちょっとスピード上げてもいいかも。2、3ぐらいでいきますか。じゃあ次3。これ約3センチ厚のパイン修正剤なんですけど、全く問題なさそうっすね。これ3本入れてみました。若干ね、この切れ味っていうのはガタガタしてますけど、違う刃使ったらどうなるか見てみます。じゃあちょっと長めの刃を使って、おおすげえな、レバーを押しただけで吹っ飛んでくわこれは楽だわ。結構ボッシュの僕使ってるやつってボッシュの独自機構、なんかこのレバーを押し込むみたいなやつなんですよね。あれって結構硬くなる時あるんですよね、詰まって。なのでそれよりはこっちの方が分かりやすくて結構いいんじゃなかろうかと思ってますが、入らないです。
はい、ということでボッシュの、普通のブレードですね。特に特筆すべき点はない普通のブレードなんですけど、ボッシュのものをつけてみたいと思います。大丈夫。ちなみにね、つけたのはこれです。ボッシュのこのなんか何でもセット、もう初心者用みたいなブレードセットですね。とりあえずこれあればそんなに困ることはないので、僕は1個持ってるんですけど、で今ね、めっちゃ長いやつ、ジグソーテーブルで使ってる長いブレードを今つけようと思ったんですけど、なんかね、厚みが厚すぎてここに入らなかったんですよね。ボッシュのこの短いタイプだったら全然入るんですけど、ものによってはね、この厚みのあるタイプはなかなか厳しいかもしれないですね。そうじゃなければスムーズに入りますし、レバーをひねった瞬間スポンと飛んでいくので交換は楽かなと思います。じゃあ次これでオービタル、なしにしようか。これで切ってみます。やっぱりボッシュの刃の方が切りやすかったかな。はい、こんな感じです。これが一番最初、オービタルなしですね、切った状態です。今こっちの一番右ですね。はい、こっちの刃が、ここのラインが今ボッシュのオービタル0で切った状態です。この真ん中2つはオービタル2ですね。なのでオービタル2でもう一発ここ切ってみたいと思います。ちょっと荒くはなると思いますけど、慣れたわ、このスイッチの切り替え。やっぱりね、早くするとこんな感じで粗くはなりますね。そう考えると、最初の刃でも別にゆっくり切ればそれなりに綺麗になるのかなと思います。これでゆっくり切ってみようか。じゃあこの縦ラインでゆっくり切ります。全然綺麗だよ。ちょっと分かりづらいけど綺麗ですよね。もう一回切ってみようか。はい、今オービタル0で切りましたが、どうですか？全然綺麗じゃない？これなるべくまっすぐに切るようにしたんだけど、ちょっと斜めったけどね。で今、届いたままの状態ですね。デフォルト設定で切りましたが、こんな感じでした。なんか刃の向きもそんな悪くないんじゃない？厳密に言えば90度よりちょっとずれてるけど、これ本当に届いて何の設定もなしに切った状態でございます。ということで、ジグソーもかなり良好でございました。ではね、続いて総評に移りたいと思います。まずこちらランダムサンダーですね。こちらはね、すごくいいです。めちゃくちゃいい。なんといってもコスパが高すぎますね。5000円なのにこの機能があるっていうのは本当にもう破格ですね。これはね、サンダー持ってない人はもう買ってください。絶対買った方がいいです。で、唯一ちょっと欠点だなと思ったのがこのスイッチ。ここが若干押しにくいかなっていう感じがするんですけど、押しづらいとはいえ全然奥まで押し込めば押せますので、このビニールの分ね、若干押しづらい、それぐらいかなと思います。あとはもうこのスピードコントロール含め大した欠点がないので、囚人もちゃんとできますしね、本当にね、これはね、破格買いだと思います。ぜひ買ってください。耐久性に関してはね、まだ全然評価できないですけど、現時点ではかなりいい点数を上げていいなと思ってます。これは自分もね、ガンガン使っていこうと思います。で、続きましてこちらのジグソーですね。ジグソーに関してはちょっと残念な点がございました。まずこのベースですね。ベースの湾曲、前から見るとね、実はそうでもなかったんですよ。なんですけど後ろ向きにすると結構湾曲しちゃってます。実際に木をカットする時には、要はこの端っこがね、両方設置している状態なので、あと刃の角度さえね、調整してしまえば90度の切断はできると思うんですが、例えばこの木材の端ですね、このベースの両端がこっちとこっちですね、木材にちゃんと乗っかってないとこう90度バランス取れないんですよ。これが例えばこういう切り方になってしまうと、ベースが湾曲しているので、これもうカタカタしてるんですよ。これちょっとカタついちゃう、半分だけ乗っかってるとかね、こういう切り方になると90度、せっかくブレードのね、角度を調整しても90度出ないことになっちゃうので、これはちょっと残念だなっていうふうに思いました。
でせっかく他の基本性能は全部備わっているのにまあいいんですよ。速度調整もついてていいですし、トリガーも全然ね不備なんてないですし、ブロワー機能もある、あとオービタル機能もあるってことで基本性能全部備えてます。そしてベースもアルミ合金製ってことで、この5000円の値段にしてはすげえなって思ったんですけど、残念なことにこのベースが湾曲しているっていうね。なのでこれさえねなければね、ほんとかなりコスパが高いいい商品だったんですけど、ここに関してはちょっと改善しないといけないですよね。なので精度を求める人には正直おすすめはできません、残念ながら。なんだけど DIY で使う、あんまり精度求めてないよって人であれば買ってもいいのかなとは思います。自分の場合はねこれもちろん使っていこうと思ってます。自分の持ってるジグソーはもうジグソーテーブルで使っちゃってるんで、いちいち取り外すのめんどくさいんですよね。なのでサブで使おうかなと思ってますけど、このベースをちょっとなんとかしないとなーって今考えてます。こっちはだから安いけどこのまま使うのであればそれなりの精度しか出せない、そんな製品かなと思います。ということで私の総評をまとめると、ランダムサンダーは買えで、ジグソーは精度を求めてない人だったら買ってもいいよ、そんな感じです。精度を求めてる人だったらやめた方がいいです。もっといい高い商品買った方がいいと思います。そんな評価になりました。両方とも約5000円で買えるってことで、かなりコストパフォーマンスを考えると、そこは高いのかなとは思いますんで、今回の動画を参考にね、もし欲しいなと思ったら概要欄にあるリンクをぜひクリックして商品を見てみてください。で今回割引クーポンもしもらえたらそちらの方も合わせて貼っておきます。ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。この動画を見てちょっとでも面白かった、参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。